韓国人は日本人を見て毎日衝撃を受けています。電車でこんな行動するの？そんな考え方なの？エレベーターの底気にしてんの？全部何気ない仕草です。日本人にとっては普通。でもこれ韓国ではありえないんです。僕は28年間日本人と韓国人の仕草、空気、距離感を一つずつ見てきました。全部体験してようやく分かったと。今日はそれを5つに分けて話します。距離を自分から詰めない。連絡が静かに消える。義理を人生単位で覚える。おもてなしの場所が重すぎる。輪を壊さないっていう価値観です。一つ目、距離を自分から詰める日本人は体感で2割ぐらいしかないって話です。日本に来て最初に思うのは、誰も話をかけてこないです。大学の新入生時代、会社の内定者同時、同じ場にいても静かにいます。シーンってなってて、聞こえるのは空調のゴーだけなんですよね。目があったで話すんじゃなくて、会釈で終了するんですよね。会話発生しないんですよね。体感ですけれども、初対面で自分から雑談を広げる日本人、1割ぐらいな気がします。だからここで韓国人がテンポよく距離を詰めるとどうなるかってなると、警戒モードに突入するんですよ。プライベートの質問をもう飛ばしちゃって、するともうアウトじゃないですか。日本では。韓国ではもう初めて会って、どこに住んでるの？何の仕事してるの？みたいな話するんですけども、日本だとアウトですよね。飲み会とかでも一緒で、最初の30分、日本の皆さん全員スロースタートですよね。日本人の最優先事項は空気を壊さないことですよね。韓国で初対面だと雑談、共通点、も一気に距離をつけて、沈黙とか気まずいからもう会話ガンガン行くんですね。さっきも言ったんですけども、年齢とか仕事、出身、初任給とか家賃いくらなのみたいなことも全部聞いちゃうかもしれないんですね。で、ここで僕の結論なんですけれども、日本はちょっとずつ信頼を積んで仲良くなるスタイル。韓国はもう話してからどんどん信頼を詰めていくスタイルなんだと感じたんですね。だから日本と韓国の距離を縮めるスピードっていうのは違ってて、人間関係スキル違うんだなというふうに感じました。二つ目はですね、連絡が突然消えるフェードアウト文化なんです。これ日本に来た韓国人があんまり理解ができてないとメンタル削れるやつなんです。昨日まで普通に LINE してた人、スタンプも来てた。じゃあまた連絡しますね。今度ご飯行こうね。で、消えちゃうんですね。既読返事来ないですね。韓国人ここで思います。嫌われた？なんかしたっけ？事故？みたいな。でも日本でフェードアウトっていうのあるんですよね。日本でははっきり断らないとか、理由を説明しないことが多いから、既読スルーしましたっていうのは2つの可能性で、もちろん本当に見てない可能性もありますが、この既読スルーっていうのがあなたに対する回答ですよ、みたいな。恋愛でも、友情でも、仕事でも発生すると思います。日本であんまり直接断るって行為難しいじゃないですか。相手を否定する行為になるんじゃないですか。だから、既読する、未読するって形になると思うんですね。でも、驚くのは、その後街であったらどうなるか、普通に挨拶しますね。昨日フェードアウトした人と、こんにちはって何事もなかった顔で話しますね。韓国人の内がフリーズするわけです。今の関係どういう状態だっけ？韓国だったら、続けるか、切るか、言葉にする、忙しい、合わない、今回はやめようみたいな形で言葉言うんだけど、既読スルーでどう対応すればいいのかって感じになるんですね。もちろん日本に来たら日本のルールとか文化に従うべきなんですけども、韓国でも既読スルーだとしたら無礼なことなんですよね。だからどうすればいいのかわかんないんです。関係が終わるときは感情も一緒に出て、もう良くも悪くも韓国人もはっきりいくんですけれども、韓国人にはこういったフェードアウト、慣れるまでには苦労することですね。三つ目は、義理を人生単位で覚えてるというところです。これ日本に長く住んで一番心に来るんですね。日本人との信頼の積み方、最初難しいですね。距離が縮まらない。なんかね、韓国人の感覚としたら開いてくれないような気がする。この人自分のこと信用してるのかなって不安になるんですね。でも、一個ずつ地道に信頼を続けていけば、この信頼ラインを超えた瞬間に強度バグりますよね。日本でも一度受けたこの恩、そしてこうできた信頼感はもう忘れませんみたいな。そんな小さいことまで覚えていらっしゃるんですかみたいなレベルまでもう長続き強い堅調ですよね。もう昔雨の日に傘さしたとか、忙しい時に一言フォローした、誰もやらないに雑用を黙ってやったみたいな加点がもう溜まると、もう人生単位で狩りとして残ってしまうんですね。韓国はね、この距離の詰め方が、さっき言ったんですが、早いじゃないですか。だから恩恵
性を感じる、できるってことも短期決済なんですね。その場でドーンとできて、ドーンと返す、ご飯をおごる、お酒をおごる、一気にチャラみたいな感じなんですね。一方、できた信頼関係が硬いかって言われたら、なんだろうね、感覚的な話っていうかしかないんですけども、早くできちゃう分、早く壊れやすいかもしれないです。わかんないですけども、そんな気がします。だから、日本だと義理っていうのがあるんですけども、韓国だと昨日仲良し、今日喧嘩して、明日また仲良し、スピードも熱量も強い感情のその揺れ幅があるんですね。この日本の義理は信用履歴っていうのもちょっと変わっています。だから日本で信用一度失うと回復コストめちゃくちゃ高いじゃないですか。逆に得たら強いっていうのがあると思います。だからこれ知らない、感じてない韓国の方にとっては、やば、俺ね、なんで距離つまんないんだろう。逆に理解できたらここまでしてくださるんですかみたいになるんですね。で、4番目、大切な人をおもてなす時の場所の意味なんです。韓国人、日本で生活ちょっとしました？そうすると、戸惑う瞬間が来ます。家ってなるんですよ。日本で、今度家に来ませんかってあるじゃないですか。これ言われたもん、あなたは超先発された私との深い関係ですよ、みたいな。家に招くっていうのは最大級の誠意ですよね。自宅公開っていうのは信頼の証ですよね。もう準備ちゃんとやりますよね。掃除、配置、空間、匂い、高級店よりも手料理、時間と労力を作って全振りしますよね。来てくれたことを重視するっていうのがあると思います。韓国はもちろん家に招待してもてなすってことあるんですけれども、ちゃんともてなしってなると外食なんですね。高級店とか、有名店、もう焼肉とか、フランス料理とか、高級寿司とか、そういった意味なんですね。だからそこに行っておごるっていうのが誠意になりやすいと思っています。家ももちろん招待するんですけども、ちょっとプライベート感がしてて、ガチオブガチなのか、客としてじゃなくて、友達として家でお酒飲もうみたいな感じなんですね。だから、日本人に最初家に招待されたら、外で食べてもいいんじゃないのかな？なんか気を使わせないのかなみたいな感じになるんですね。日本のね、家の招待、選ばれた人ですみたいな、価値の置き方が全然違うってことです。だから先ほども言ったんですけども、時間をかけて深くつながるっていうのが日本。韓国も熱量で一気につながるっていうのがあって、もしかしたらこの家に呼ぶっていうところも、なんかそういった意味合いでの、文化の派生かもしれないですね。5番目、最後ですが、和を壊さないっていうのが日本では能力になるんですよね。これ日本に来て韓国人、ぶつかる壁です。日本に来て、こういうこと乗り越えないといけないんですね。日本の会議とか行くと、例えばもうシーンってなってて、皆さん丁寧な言葉使われてるじゃないですか。もう強く言わないじゃないですか。正面から反対しないじゃないですか。こういうイメージだと分かりやすいと思うんですけども、アメリカ人をちょっと極端な例をすると、皆さん分かりやすいと思います。アメリカ人だったら、なんで誰も意見ないの？なんでストレートに言わないの？みたいなのあるじゃないですか。韓国人は、ちょっとそっち寄りなんですね。だから日本に来て、なんか場の空気を優先にしてるみたいな。正面衝突あんまなくて、代わりに出てくるのは、ちょっと遠回し表現ですよね。それも一理ありますね。検討しますね。持ち帰りますね。前向きに考えます。それはちょっと厳しいですね。その場では決めない。正面でぶつからないっていうのがあるんですね。もちろんこれは日本の文化っていうもので、多分日本という国ではストレートに言っちゃ、多分昔はダメだった。知らないんですけども、侍社会、村社会でダメだったから、それが残ってきて、相手の気持ちを考える形になっていると思うんですけれども、韓国人からすると、もちろん日本のルール、文化従うべきですよ。でも、なんかそういう違和感来るっていう話なんですよ。会議とか、意見なんでないの？なんか親睦してる？やるのかやらないのかちょっとわかんない。今決めるのか後で決めるのかわかんない。みたいな感じになっちゃうんですね。周囲がもう静かであってびっくりするっていう話なんです。だから、僕のここで思ったことは、日本ではね、和を守るって力も仕事する能力の一つなのかなと思いました。誰も傷つけない。全体を壊さないってことなんですね。だからね、仕事の出来っていうのは、例えばもう決まった物事をきれいにやるっていうのもあると思うんですけども、だってその現地のところでコミュニケーションちゃんと取るっていうのも、大事なスキルですよね。ここまで見てきて、ちょっと思ったことはですね、日本人は当たり前なんですけども、考え方韓国人全く違いますよね。文化レベルで違うと思うんです。根本的な価値観で違うと思
思います。世界どの国でも一緒なんでしょうけれども、韓国は熱量でぶつかる速さ、勢い、感情。日本は丁寧さで積み上げる社会。配慮、親睦ですよね。日本人のこの丁寧さが接客になり、精密機器を作る能力になり、品質になり、日本の強さを作ってきたんだと韓国人の僕は思いました。で、一番面白いのはこの社会の空気が一人の仕草にまで落とし込まれているというところでした。英尺とか沈黙とか距離感とか言わない優しさ、これ本当に外から見ると面白いと思っています。皆さんは日本人の何気ない仕草、なんか感じることありますか？どれだと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。よかったら他のところも見てくださいね。以上、パクンでした。アニョン。